アトリエは4畳半ぐらいかな、それぐらいの大きさで、ちょっと狭いかなと思ったんだけど、意外と配置してみたらその狭さがすごくしっくりきた。ギュッと密集することですごい可愛い空間になったなと思って、それがすごく気に入ってる感じかな。枠猫の制作動画には出てこなかったんだけど、枠猫を作っていた机なんだよね。可愛いと思って、運命的に出会って買った。使用頻度の高い道具をここに全部集めていて、例えばニードルだったりとか、あと接着剤関係とか、あとカーダーとか、ちょっと色をつけるのとか、ハサミ関係とか、基本的に全部出しっぱなしにしておきたくて、それでやっぱりしまい込んじゃうと何が何だか分かんなくなるっていうのがあって、一目瞭然な状態にしておきたかったんですね。ここはテーブルの上に出しっぱなしにしてあっても一応ホコリも入らないし、すごくこのスタイルが自分に合ってるなと思います。買った瓶がここの引き出しの棚のところにジャストサイズなんだよね。でたまたま買った割にはすごくここの棚に合ってて、これ嬉しいなと思った。でここがぴったりサイズなのもミラクルなんだけど、これもねここにぴったりサイズだったの。すごく嬉しくなって、これだって12345個がさぴったり入るんだよ。すごくない？であとここもぴったりだったの。この引き出しと、あと前から持ってるこの引き出しが、横幅にぴったりサイズだったんだよね。ミラクルだなと思って。羊毛はもうとにかく白にこだわってて、で白はほとんどの猫ちゃんに入ってる色なので、もうたくさんいろんな種類がテーブルの上にすぐ取れるような状態にしてあります。でこれユーザー親の割引券羊毛を買う時にたくさんの量は買わないようにしていて、それはやっぱりその時その時常に直感を感じる色を選びたいっていうのがあるから、少量ずつ買うっていう風にしてるんだけど、でもこのメリノウールだけは多分私長い付き合いになるだろうなと思って、これだけはねちょっとたくさん買うようにしてます。メリノウールってどれを買っても同じだと私最初に思ってたんですね。だけどいろいろと制作するにあたって、もうメリノウールでも全然風合いが違うっていうことに気がついて、それでありとあらゆるメーカーから全てのメリノウールを買いましたでその中で一番自分の感性に合ってたものがこの染竹さんのスーパーファインメリノ。もうこれはねやっぱり、風合いがすごく柔らかくて形のコントロールがしやすい。もう大好きなメリノウールです。自分で作っててこういうのもちょっと変なんだけど、すごい意志を感じるのよね。見てるなこっちをっていうね気配を感じるなって私でも思うから、やっぱりオーダーとか作っててその猫ちゃんをモデルに作って飼い主さんがそれを見たら、やっぱりその子がね見ててくれてるような、そういうことを感じてくれるんじゃないかなってやっぱり思うんだよね。結局自分の生活の中でアトリエで過ごす時間っていうのがすごい圧倒的に長いから、そこの空間を快適に保つっていうのはすごく大事だなと思って、で今までそんなにこだわってはなかったんだけれども、引っ越しを機に自分の好きなものを
身の回りに置いておこうと思って整理し始めたらすごく快適な空間になりました。お気に入り度をね点数で表すとね70点ですね。で残りの30点は、これから育てるところかな、もっともっと素敵な空間になると思います。